れは上五島から来るやつかな。ジャイアントクレーン見えますね。あそこはですね、佐世保重工の造船所です。インパクトあるな、俺。うわ、見てこれ。そろそろ足が限界になってきました。天坂の住宅地を歩く長崎県佐世保を歩いています。今回は佐世保港の北側斜面上に駆け上がる軍港の町ならではのエモい住宅地を歩きます。天坂の住宅地を歩く佐世保編をお送りしております。前回はですね、市街の東側の斜面住宅地を歩きましたけれども、今回はこちら側です。港の北側、こちらの斜面住宅地を歩いていきたいと思います。長いフェンスですが、ここはね、アメリカ海軍の制限区域です。佐世保のこの軍施設ってなんかまとまってあるかと思ったらね、港の周りに点在してますね。ここが一番中心だとは思いますけどね。ここが佐世保米軍基地正門ですね。そしてこの大通りの北側が海上自衛隊の佐世保地方総監部。重々しいですね、これは。海上自衛隊と米軍のそれぞれの正門が向かい合ってるんですね。佐世保総監部の資料館ですね。低層部保存してますね。初代水耕車。2代目の水耕車を保存してるんだ。でも綺麗にやり替えてますね、これ外装はね。おそらくね。議席ですよ。ほんと港の周りは全部、あれなんだね、軍施設なんだね。そこに止まってるでっかい船はですね、米軍の船だそうですけどもね、あれが止まってるのは珍しいそうですよ。一昨日ね、高島から見たときにね、海上に止まってましたね。旧佐世保鎮守府の凱旋記念館。今はですね、市民ホールになってるんですかね、文化ホール。どうです？うまそうでしょ？ここから登ってきます。白い印が打ってある。おそらく古い道。左手は墓地ですね。まず登っちゃいましょうか。駅の前になっちゃった。何これ。でかい邸宅があるよ。塀がね、ずーっと巡ってるから大きな屋敷ですよ、これね、全部。ひな壇上の住宅地。おー、いいですね。なるほど、なるほど。佐世保の中でも代表的な高級住宅街じゃないですか、これが。セールタワーのね、敷地なんですが、レンガ塀が残ってますね。その後ろ側のひな壇上の住宅地。さてさて、あそこ登っていけるかな。その先。こ
のようにですね、石垣が斜めに積まれてるわけですけど、その下場が敷地協会なんでしょうね。なるべく、庭を広く取ろうということで持ち出しになっています。豪邸ですね。古いね。駐車場があるけども、塀なのか、石垣なのかわかりませんね。でかい家だけど。塀ですね。区画がでかいんだな、これ。高級住宅街ですよ、ここは。立派なもんがある。大久保町だって。まあね、この一川のところは、大正時代の地図にもね、家がプロットされてましたから、ここは大正時代、昭和初期にかけてですね、開発されたんじゃないですかね。面白いね、この道。右が植栽、左が石垣。そして交際レンガの門柱。眺めのいいところに出ました。真下に走ってるのは西九州道に繋がっている高速道路で、後ろの方向がね、平戸、向こうの方向が長崎方面です。で、ここに軍艦がたくさん止まっていますが、これ米海軍の基地。佐世保湾がよく見えますね。それでもって、ここですね。この辺り、高い建物がぐちゃぐちゃっと建ってますけれども、こっちか。こっちの方かな。で、この辺りですね。高い建物が建っているところが、佐世保駅前のエリア。で、東側の山、その山腹に、天坂の住宅地。第1回で歩きました。でもって、これは西側です。はい。どうですか。天坂の住宅地。さてさて、ここをこれから攻略しますよ。どうやって行こうかな。はい。矢竹町ですね。この道がいいかな。右も魅力的だけど、これで行きましょうかね。あちこち行けないんですよね。登ったり降りたりが。路面を見てください。黄色い印が打ってあります。抜けられるということだと思いますね。レンガの壁が出てきた。これいいですね。メインストリートですね。縦道のね。すげえ。笑っちゃいけませんけど。よいしょ。この左側にも家があったんだろうね。なくなっててね、見晴らしが良くなってるけども。出ましたね。一休みベンチ。いい感じだ、これ。交際レンガの塀。そんで、ほら、向こうの斜面地、いいじゃないですか。ここにね、同じような建物が並んでるよ。丁寧に石垣が積まれてるからね、そんなに新しくないんでしょうね、これね。新しかったら、道路付けがいいですからね。道路に出たぞ。で、さらに道は続いてる。黄色の道が続いてる。
門があって、敷地があるんだけれども、家はないと。こちらの家もここからアプローチ。うわ。はい。来ましたね。見どころが。うわ。廃屋だ。廃屋登場。まだ続いています。うわぁ。きついな、これ。よいしょ。ああ、でもすごい。ほら。なんという景色。はあ、素晴らしい。ここに家建てたら素晴らしい設計ができるだろうな。建てらんないですよね。工事車両入れないからね。だんだんね、住宅地から山岳集落の様子を呈してきましたよ。はい。車道に出ましたけど、よいしょ。これね。黄色い道は、こっちです。辛い。廃屋ですか。無重ですね。ほら、すごい。どうでしょう。昨日登った山の方がまだ高いかな。いい勝負ですけどね。お、鉄筋コンクリートの建物が見えてきたよ。あれはね、一番上に見えたやつだ。下から見て。ここ、標高165メートルだそうです。そして、ここに、一番上の家が建ってます。あ、一番上には車道がありました。この、今歩いてきた矢岳、今福の、住宅地のですね、西側のね、こいつを越えて、隣の谷に形成されている住宅地にいます。素晴らしい町ですよね。ここは佐世保市宇土越町です。フェリーが入ってきた。あれは、上五島から来るやつかな。眼下に、佐世保重工の造船所と、米海軍の基地が見えますね。ここは素晴らしいね。いやー、映画のロケ地にしてもいいような場所ですね。まあ、この辺りの住宅はね、車が持てません。駐車場が作れません。車道は遥か下です。やっと車道が見えてきました。どうですかね。50メートルぐらい登ってんのかな、車道から。一番高いところでね。ジャイアントクレーンが見えるでしょう。あの辺りは佐世保重工です。造船所。川だな。川の上に蓋してある。お、渋いですね、こういうスーパーカブが
なんだか絵になるんだよね、こうね。どっち行ったらいいかな。こっち。おお。あそこもまた刺激的ですね。お、川に沿ってんだ。おお、いい感じですね、こりゃ。いい感じですね。あそこはね、交際レンガが使われてます、その柱。怖いね。一枚積みですよ。うわ、いいね。うわ、この谷がいいね、これ。何これ。うわ、いいっすね。これすごいよ、これ。いやいや、これはね、インパクトあるな、俺。交際レンガの塀です。これは怖いよ、降りてくんの。いや、空き地だらけだな、ここは。車道から一番遠いからな。お、一休みベンチがある。いやー、いいな、こう。座ろう、一休みベンチに。よいしょ。目の前がこれですよ。この谷もいいね。あの辺りの住宅地は古そうだな。ここはね、軍関係のね、住宅地じゃないかな。あるいは社宅街。おそらくそうだぞ。あ、これが西今福町だ。うん。古いね、造成された住宅地。石垣が古いもん。で、家もね、古いですよ、きっと。呉のね、大正期、昭和初期に作られた、軍関係の住宅地に似てますよ。交際レンガ。やっぱりそうですよ、これ社宅とかね、造船所のためにできた住宅地じゃないですか。いやー、素晴らしい眺め。おー、こっちから行こう。こっちから行こう。興奮してきたぞ。ああ、交際レンガはみんな仕様が一緒だもんな。塀とか建物の形とか。うわ。見てこれ。そこで終わりだ。そこで終わり。しかし、すげえな。これ。怖い。おー。すげえ。ここは家がない。足がすくむ。さっきのデカフリーフレームのすぐ横。石垣を高く積み上げた住宅。うわぁ、向こうに行きたい。一回降りないといけない。よいしょ。
おー。いやー、素晴らしいね。いやー、これ一番いいとこだな。この住宅の作りとですね、石垣の使用、それからレンガ塀、その仕様がね、同じです。同じですだって、交際レンガか赤レンガの違いはありますけどね。うわ。車で抜けられんのかな。よいしょ。行けるようね。行けるようですね。はい、振り返り。よし。さらに上行ってみよう。多分ね、上の道路に出るんじゃないかな。擁壁の上に登ってきたぞ。ああ、すげえ。山登りですね、これ。さて、頂上のマンションに来ましたよ。これはですね、ウィング三船2というマンションでした。じゃあ、ここからまた、尾根伝いに降りてきますかね。これ、矢竹町の方に戻ってきました。先ほどのですね、社宅街のようなところの東側の谷ですね。これ。いや。そろそろ足が限界になってきました。これで下のですね、造船所のあたりまで降りて終わりにしたいと思います。レンガベーター。山坂の住宅地を歩く佐世保編、いかがだったでしょうか。いや、最後すごかったですね。感動しました。長崎と比較して佐世保はそれほどでもないかなって思ってたんですけど、なかなかどうしていい勝負でしたね。それではまたどこかの山坂の住宅地でお会いしましょう。さようなら。